こんにちは、ライフゴーゾンです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今回はですね、このビーボベアフットのですね、これプリムストレイル FG というモデルを購入したので、とっても良かったので、ちょっとご紹介したいというふうに思います。で、そもそもこのビーボベアフットという、シューズのブランドなんですけれども、調べたらですね、2003年にイギリスで、始まったブランドみたいで、ホームページ見ていただけると分かる通り、素足のですね、人が本来持っている足の感覚を取り戻そうっていうようなコンセプトで作られていて、いわゆるベアフット系のシューズの、元祖と言っていいのかどうか分かりませんけれども、結構初期の段階から展開されているブランドメーカーのようですね。実際履いてみるとですね、本当ね、もちろんシューズを履くから素足じゃないんですけど、本当ね、地面を素足で蹴り込むようなですね、フィーリングがあって、めちゃくちゃ気持ちいいですね、これね。今まで例えば、私はそんなにハードな登山とかはできないんですけども、登山行く時のシューズとかだと、やっぱり靴底が比較的厚めだったりとか、岩山用だったりすると当然硬い、アウトソールがあるシューズを選んではいたんですけれども、これはですね、わかりやすく言うと直旅みたいな、感覚ですね。でそれで登山なんかできるのって思うじゃないですか。でやっぱりこれはさすがにというかですね、人間本来持ってる足の柔軟さだったりとか、もともとはね、人間も靴を履いてなかったわけですから、そういったものをちょっと思い出させるような、本当に指も使って地面を掴んで、歩いていくような、そんな感覚を味わえるので、めちゃめちゃ気持ちいい上に、このソールがですね、こういうパターンなんで、一見グリップどうなのとかって思うんですけれども、思いのほかこれがグリップするんですよね。多分ゴムの質によるものなのかちょっとわからないんですけれども、ちょっとこの前ですね、これを履いて、だいたい高低差 1000m ぐらいの移動距離がだいたい10キロぐらいのトレイル、ランじゃなくてトレイル、山歩きですねに行ってきたんですけれども、でそれが実はですね、雨が降った直後だったりするんですけども、それでもですね、濡れた土の上はもちろんですけれども、濡れた石の上だったりとかでも結構グリップしますね。結構安心して、そういった状況の場所に踏み込んでいけるようなシューズでした。でただ一点だけあったのは、やっぱりさすがに溝が深くないんで、もうなんていうんですか、もう泥のぬったぬたのところですね。そこでは一回私も滑って転びました。だけどそれ以外ではちょっと手でよじ登らなきゃならないような、岩があるようなところだったりとか、そうですね、滑りやすいところで行くと木の根がぐわーっと張ってるところってやっぱ木って滑るんですよね。そういうところでももちろん注意は必要ですし、グッと構える必要はありますけれども、でもその感触をつかみながら登っていくと、ちゃんとグリップしてくれる感触を得られているので、結構安心して登れるなというふうに思いました。もちろんですね、さすがに例えば15キロ20キロぐらいの、ザックを背負ってロングトレイルをしようとすると、かなり人間側のトレーニングが必要になるかなというふうには思うんですけれども、でもそうですね、そんなに標高を上がっていくようなトレイルでなければ、平地のトレイルであったりとかすれば、例えばそうですね、上高地とかの、かっぱ橋から徳佐あたりまで行くような、数時間かけて行くようなトレイルだったら、山歩きだったらもう十分ですね。でもちろんですね、足に自信のある方にはもうちょっとレベルの高い登山にも十分対応できるように思います。ちょっと YouTube を見ていたらですね、これと多分同じモデルか、同系列のモデルを履いた方がですね、北海道の、トムラウシとか大雪山とか、あの辺りのロングトレイルを、
重装されている方もいらしたので、本当に足に自信がある方には全然対応できるシューズなのかなというふうに思いました。これ山だけかなって思うとそんなことなくて、これ街中でもめちゃくちゃ気持ちいいですね。そもそもこの、ビーボベアフットを購入しようと思ったかっていうところのきっかけなんですけれども、以前から知ってるブランドだったんですけれども、きっかけとなったのはですね、先日このゼロシューズのこのサンダルをある方からプレゼントしていただいて、でこれめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これがまたこうすっごい薄いんですけどね、多分これ5ミリとかもないのかな。これめちゃくちゃ気持ちよくて、で驚いたことにこのペラッペラのですねサンダルというかですねシューズでトレイルする人もいるそうです。それぐらいでもしっかりしてかかとがパタパタすることもなくしっかりホールドしてくれるんで、すごいいいシューズだなと思って履いていて、すごい気持ちよかったので、じゃあということでこれを購入しようかなというふうに思ったわけなんで、どっちかっていうと普段履きのイメージで実は購入したんですね。でさらに言うと、以前こちらの動画でもご紹介したキーンの、ジャスパーのロックスが、もう2年3年ぐらいですかね、もうほぼ毎日と言っていいぐらい履き続けてたので、さすがにボロボロになってですね、こういうところとかもひび割れて穴が開いちゃったりとか、もうソールももうツルツルになっちゃったんで、なんか買い替えなきゃなというふうに思ってたところで、そういうタイミングだったんで、購入してみたんですけれども、あまりに良かったんで思わず山に行っちゃったっていう感じなんですけどね。でもそれぐらいこういいシューズですね。でホームページ見ていただくと分かる通り、またいろんな方のレビュー見ていただくと分かる通り、やっぱり、今までの、オーソドックスな、スタンダードなスポーツシューズ、ソールがある程度厚さがあって、でこうクッションを吸収してくれて足を守っていくっていうようなシューズに慣れてしまってると、かなりですねこれ最初疲れます。かかとは痛くなるし、こう指も使って歩くような格好になるので、足がすごい疲れるんですけれども、それ疲れるっていうのは何かっていうと、やっぱ鍛えられてるっていうことだと思うんですね。どのレビューでもホームページでも書かれてる通り、こう足を育てるっていうような目的があるシューズなので、これ、ある意味ですね、私も決して若くない、ので、よりね足腰が強くなっていかなきゃならないと思うタイミングでいくと、こういうシューズっていうのはすごいありがたいなっていうふうに思いますね。本当にね、ちゃんと自分の足を使って歩くっていうフィーリングを得られるので、改めてこうちょっともともと歩くのは本当嫌いなタイプだったんですけれども、歩くのが楽しくなるシューズですね。なので、全然関係ないかもしれないですけど、私はどっちかというとね、こう登山って言ってもこう標高の高いところピーク目指していくっていうのも嫌いじゃないんですけれども、なんか自分の性に合ってるのはこう長い距離をですね、ひたすらアップダウンが少ないところをひたすら歩いていくっていうのがどうも好きなようで、なんかそういうところを目標にしながらこういうシューズで足を鍛えていきたいなというふうにも思いましたね。なんかね、ちょっと話それますけど、なんかロングトレイルっていうのがやっぱりあって、すごい魅力的なんですよね。それはいわゆるピークハントするような登山じゃなくて、スルーハイクって呼ばれてるらしいんですけれども、山の尾根だったりとかピークを目指すんじゃなくて、山あいを抜けていって長い距離を歩いていって、でいろんな自然を感じたりとか、いろんなこう方々と会ってですね触れ合って、そうこうなんていうんですかね、こう人生の楽しみを見出したりとか感じたりとかするような、トレイル、ロングトレイルっていうのがあるようなんですけれども、それですごく魅力を感じていて、どっかのタイミングで長い距離を歩くようなトレイルしてみたいなというふうには思ってるんですよね。で、日本国内で調べてみると、やっぱりまだまだ全然メジャーじゃないみたいなんですけれども、日本国内のトレイルのこう集めてるサイトがあって、それも概要に貼っときますけども、で関東近県だとこう群馬の県境だったりとか、あと信越トレイルだったりとかいくつかあるようですね。あと伊豆の方にもですねトレイル、コースとして設定してるわけじゃないんですけれども、こういうところトレイルとして楽しめるよっていうところがあったりとかするんですね。でこのトレイルのカルチャーっていうのは、大きく言えばやっぱりアメリカにもあるようで、アメリカをもう4000キロかけて縦断するような
トレイルコースがあったりとか、東西をずっと歩いていくような、もうかなり長距離何千キロっていうような、距離を歩くトレイルっていうのもあるようなんで、さすがにそれにチャレンジできる気がしないので、それはちょっと何とも言えないですけれども、やっぱりね、なんかそういうトレイルがちょっと気持ちよさそうだな、アウトドアライフをするには気持ちよさそうだなっていうふうに思ったんで、そんなのにもちょっと、足を鍛えるためにもいいかなっていう意味もあって、今回こういうシューズを購入しました。これ本当ですね、作りも良くて、実にいいシューズメーカーですね。で、調べてみると、日本は輸入元総代理店があって、そこから輸入してるんですけれども、イギリス本国のビオウェアフットではですね、古くなった使い古されたというか、履き潰されたシューズを回収して、でリペアして、で、6、7割ぐらいの価格で、売り出してるっていうような、ことを取り組まれてるブランドなんですよね。で、やっぱそういうのって今時結構大切かなっていうふうに思っていて、私もどっちかというと、物が増えがちなタイプではあるんですけども、それでもどんどん減らしていって、不要なものは、いる人に、手渡したりとかいうようなことをしてるんですけれども、やっぱりそういうものをどんどん作って売って物で溢れるっていうのはもうちょっと今の時代にマッチしてないなというふうにも思っているので、そういうブランドがあるのはね、すごくいいな、共感するなっていうふうに思っています。そうやって物を長く使える、いい道具を長く使うっていうのはとても大事かなというふうに思っていて、でそんなところに共感して今回購入しました。ちなみにですね、これもともと入っていたインソールなんですけれども、これもペラペラのが入ってるんですけど、もう外して使えるように中もなっているので、足の形に合わせて選んでいただけるかなというふうに思いますね。私はですね、結構足の形が高高でバンビロなので、もうこのシューズまさにうってつけっていう感じですね。高い甲にもすごいフィッティングするし、もちろん広いんで指先が圧迫されることはないので、すごく快適に歩けるシューズですね。もしですね、ご興味ある方は試してみるのも面白いかなというふうに思います。ということで今回は、新たに導入したこのビーボベアフットの、プリムストレイル FG についてご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画もしよければ高評価のボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、このチャンネルではですね、大好きな車を通じて見える自然な綺麗な場所だったりとかをご紹介したりとか、そういったところへの旅だったりとか、それを撮影するカメラ、機材のお話だったりとか、日々の中でこういったシューズだったりとかいう面白いものを見つけたりとか、面白い取り組みを見つけたらですね、動画にして発信していきたいというふうに思っておりますので、ぜひチャンネル登録して、お待ちいただければというふうに思います。ということで最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。